このチャンネルではいろいろな話題を通して自然な日本語に触れていきます。日本語で新しい世界を少しずつ広げていきましょう。この動画では続ける力について話をします。何かを始めるとき、最初はやる気があります。日本語の勉強を始めたり、本を読んだり、運動をしたり、日記を書いたりするとき、最初は頑張ろうと思うことが多いです。でも、それを続けるのは思っているより簡単ではありません。忙しい日もあれば、疲れている日もあります。気分が乗らない日もあります。人はいつも同じ元気でいられるわけではありません。それでも小さなことを続ける力はとても大きいです。例えば、毎日10分だけ勉強すると、1年で60時間以上になります。1回の時間は短くても、積み重なると大きな時間になります。読むこと、聞くこと、体を動かすこと、書くこと。そうした小さな行動が少しずつ自分を変えていきます。続けることは特別な人だけができることではありません。大切なのは最初から大きく始めることではなく、自分が無理なくできる小さな方法で始めることです。途中で止まってもまた戻ってくれば大丈夫です。小さな行動にはどんな力があるのでしょうか。続けることで私たちはどう変わっていくのでしょうか。そして続けるためにはどんな工夫ができるのでしょうか。小さな一歩の力。大きな変化は急に起きるわけではありません。多くの場合、小さなことの積み重ねから生まれます。例えば、本を読む習慣を考えてみましょう。一度にたくさん読まなくても、少しずつ読めば、時間が経つほど読んだ量は増えていきます。単語を覚えることも同じです。一回でたくさん覚えようとすると、疲れてしまいます。でも、少しずつ新しい言葉に出会っていけば、知っている言葉も自然に増えていきます。このように、小さな行動は、すぐには大きく見えません。けれど、続けていくと、後から大きな力になります。私たちは、小さなことを軽く見てしまうことがあります。短い時間では意味がない、少しだけでは変わらないと思ってしまうことがあります。でも、そう考えてしまうと、始める前に止まってしまいます。本当に大切なのは、一日で大きく変わることではありません。小さくても、前に進む時間を作ることです。日本語には、千里の道も一歩からということわざがあります。千里とは、とても長い道のことです。どんなに長い道も、最初の一歩から始まります。その一歩は小さいかもしれません。でも、その一歩がなければ、どこにも進めません。日本語の勉強も同じです。一日ですべてわかるようにはなりません。でも、少しずつ日本語に触れることで、聞く力や読む力は育っていきます。最初は、短い文章を読むだけでも時間がかかるかもしれません。それでも、何度も日本語に触れていると、同じ言葉に出会うことが増えます。その中で、少しずつ意味がわかるようになります。大切なのは、完璧に始めることではありません。小さくても、まず始めることです。そして、自分が無理なくできる方法で、その行動を続けていくことです。
続けると何が変わるか。何かを始めたばかりの時、それは難しく感じます。新しい言葉を覚えたり、新しい運動をしたり、早起きをしたり、本を読む習慣を作ったりするとき、最初は少し大変です。なぜなら、まだ慣れていないからです。でも、何度も繰り返すと、少しずつ楽になります。最初は考えながらやっていたことが、だんだん自然にできるようになります。例えば、歯を磨くことを考えてみましょう。多くの人は、毎日あまり考えずに歯を磨きます。でも、子供の頃は、歯ブラシの持ち方や動かし方を練習していたはずです。今は、それが習慣になっています。習慣になると、毎回強いやる気がなくても、体が自然に動きます。日本語の勉強も、これに少し似ています。最初は、ひらがなを読むだけでも大変かもしれません。でも、日本語に触れる時間が増えると、目が少しずつ慣れていきます。最初は聞き取れなかった言葉も、何度も聞くうちに耳に残るようになります。そして、前はわからなかった言葉が、自然にわかる瞬間が出てきます。続けることで、できなかったことが少しできるようになります。難しかったことが少し楽になります。これが続けることの大きな力です。ただし、続けるためには完璧を目指しすぎないことも大切です。毎回 100% で頑張ろうとすると疲れてしまいます。疲れると続けることが嫌になってしまいます。だから、少し軽いくらいで続ける方が長く続きやすいです。時間がある日は少し多めにやって、忙しい日はほんの少しだけでも大丈夫です。大切なのは、できなかった日を失敗として終わらせないことです。休んでしまった日があっても、次にまた始めれば、それも続きになります。続ける人は、一度も止まらない人ではありません。止まっても、また戻ってくる人です。この考え方があると、続けることは少し楽になります。続けている人が大切にしていること。何かを長く続けている人には、共通していることがあります。それは、特別な日だけ頑張るのではなく、普段の小さな行動を大切にしていることです。世界で活躍した人たちも、才能だけで結果を出したわけではありません。毎日の習慣を長く続けてきました。例えば、ウォーレン・バフェットは世界で有名な投資家です。バフェットは本や新聞をよく読むことで知られています。毎日多くの情報に触れることで知識を深めてきました。知識は一日で急に増えるものではありません。読むことと考えることを繰り返す中で少しずつ深くなっていきます。日本の作家、村上春樹さんも続ける力を大切にしている人の一人です。村上さんは決まった生活のリズムを大切にしながら書くことを続けてきました。また、走ることも長く続けています。文章を書くことも、体を動かすことも、一度だけで大きな結果が出るものではありません。でも、長く続けることで自分の力になっていきます。日本の野球選手のイチローさんも、毎日の準備を大切にしていたことで知られています。試合の前に体を整え、同じ動きを繰り返し、一つ一つの準備を丁寧に行いました。
こうした行動はとても派手に見えるものではありません。でも、長く続けると大きな差になります。ここで大切なのは、有名な人と自分を比べすぎないことです。同じことを同じ量だけする必要はありません。大切なのは、自分の生活に合う小さなやり方にすることです。読むことでも、書くことでも、体を動かすことでも、今の自分に合う大きさで始めればいいのです。大きな結果の前には小さな行動があります。その小さな行動を今日できる範囲で始めることが大切です。続けるための工夫。ここからは続けるための工夫を見ていきます。難しい方法ではありません。まず大切なのは、とても小さく始めることです。新しい習慣を始めるとき、私たちは大きな目標を作りすぎることがあります。例えば、最初から長い時間勉強しようとしたり、たくさん運動しようとしたり、多くのページを読もうとしたりすると、気持ちは前向きでも続けるのが大変になります。もちろん、そうした目標は立派です。でも、最初から大きすぎると、続ける前に疲れてしまうことがあります。だから、最初は簡単すぎるくらいで大丈夫です。ノートを開いて一つだけ単語を見る、短い文章を一つだけ読む、音声を少しだけ聞く。そのくらい小さくすると、始めやすくなります。次に、今ある習慣につなげることです。例えば、朝の飲み物の後に日本語を聞いたり、夜の歯磨きの後に単語を見たりすると、すでにしている行動と新しい習慣がつながります。このようにすると、新しい習慣を忘れにくくなります。見える場所に置くことも、とても役に立ちます。本を読みたいなら机の上に置き、日本語を聞きたいならスマートフォンの見やすい場所にアプリを置きます。運動したいなら、使うものを見える場所に置いておくと、思い出しやすくなります。思い出す回数が増えると、始めるきっかけも増えます。記録をつけることも、続ける助けになります。カレンダー、ノート、アプリなど、方法は何でもいいです。できたことが見えると、少し嬉しくなります。続いていることが見えると、もう少し続けたくなります。ただし、記録は自分を責めるためのものではありません。できなかった日を見て、自分を否定する必要はありません。記録は、自分を励ますために使うものです。そして、できない日があっても、次に戻れば大丈夫です。忙しい日もあれば、体調が悪い日もあります。気分が乗らない日もあります。そんな日は、休むことも必要です。続ける力とは、休まない力ではありません。休んだ後に、また始められる力です。この動画のまとめ。この動画では、続ける力について話をしました。小さなことでも、続けると大きな力になります。大切なのは、完璧にやることではありません。無理のない小さな方法で始めて、少しずつ続けることです。そして、休んでしまっても、また戻れば大丈夫です。続ける人は、一度も止まらない人ではありません。止まっても、また歩き出せる人です。たくさんできる日もあれば、少ししかできない日もあります。それでも、小さな行動を重ねていけば、力は少しずつ育っていきます。
続ける力は特別な人だけのものではありません。誰でも今日から小さく始めることができます。まずは今の自分にできる小さなことを一つだけしてみましょう。この話が皆さんの小さな一歩のきっかけになれば嬉しいです。これからも様々なテーマを通して自然な日本語に触れていきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。